ベニーさんある意味自分よりもずっとサガシリーズ詳しいって。自分よりそんな人いるんですか？いやいや河津さんより？ギュスターブの剣があそこにある理由っていうのが、納得できる形になって、あ、この手があったかって思うんですよ。そこのシナリオ会社じゃあお二人でこう作り上げてったみたいな。原案はもう川津さんから川津さんこう。はあ。その原案自体は川津さんはもともと持ってたもの。そうですね。あれはもうオリジナル作った時にああなるって決めてあったんで。川津さん素晴らしいな。わあ。エーデル・リッター、白紙から書いたっていうことをしたんですけど、思い入れのある章馬だったりとかありますか？それぞれのアニマをからこう逆算してキャラクターを作っていったっていうんですね。2人のこの関係性とか信頼があってのサガフロ2の完成があったのかなってすごい思いますね。皆さんこんにちは。どうも、インサイドスクエアエニックス今回の進行を担当します信夫です。前回に引き続きご紹介するタイトルはサガフロンティア2。お招きしたのはサガシリーズ総合ディレクター川津昭俊さんと小説家の紅井松山さんです。サガシリーズ総合ディレクターの川津です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、小説を書いております紅井松山です。よろしくお願いいたします。お願いします。サガフロンティア2は1999年にプレイステーションで発売されたサガシリーズ8作目のタイトルです。歴史の中に散りばめられたさまざまな視点から描かれるシナリオをプレイヤーが任意にプレイできるヒストリーチョイスが特徴。裏と表2つの歴史が紡ぎ出す壮大な群像劇を淡い水彩画のようなグラフィックで体験することができます。今回は川津さんと紅井松山さんにオリジナル版サガフロ2当時アルティマニアに掲載された小説「ベエンダー終末をもたらすもの」にまつわるお話やサガフロ2リマスター版で本編に追加された新規シナリオの制作過程についてお聞きしたいと思います。まずは川津さんにお聞きしたいんですけども、サガシリーズにとって、ベニーさんのシナリオはどのような存在になりますか？そうですね。ベニーさんある意味自分よりもずっとサガシリーズに詳しいって。自分よりそんな人いるんですか？川津さんより。ベントスタッフの皆さんって自分よりもはるかにゲームやり込んでて、で自分が知らないこともたくさん知ってらっしゃるので、特にプレイを通じて見てるんですね。自分はやっぱ作る側なんで断片的に作ってる材料として見てて、それを集めた形でこう見てるんですけど、ユーザー側の視点からトータルでゲームをあんま見てないので、そこにそういう視点でもう圧倒的にベニーさんはじめとしてベントの方の方が詳しくて、いつもこう聞くとそうでしたっけみたいな感じのことがすごく多いんですよね。まあ面倒くさい質問状態を送りつけるんだよね。プレイしてる側からするとどうなんですかっていう質問だったりっていう。じゃあベニーさんにとってサガシリーズの中でサガフロ2はどのような作品ですか？そうですね。サガはやっぱり異色の RPG のカテゴリーに入ると思うんですけれども、それでもやはりこう何か危機があって、それに立ち向かう人たちの話でエンディングを迎えるっていう形が多いと思うんです。その中でロマサガ2だけはこうなんですか、長い歴史を追っていくっていう話だったんですけど、そこをさらにサガフロ2は突き詰めて、その一人の大体100年ぐらいの人生を追って、それがこの歴史の一つのピースになっていくっていうところにこう焦点を当てた、すごく意欲的というか挑戦的な作りの RPG だったと思います。これサガシリーズめちゃくちゃやってる人の答えだ。みんな思ってるでしょうよ。やっぱめっちゃプレイされるんですか、ベニーさんって？やりますけど、そう、一回そのインサガっていうね、インサガ石っていうゲームでよくご一緒ね、してたんですけど、僕も結構やり込む方なんですけど、なんか毎回会う時に僕めっちゃやり込んでる人が欲しい素材がいつも一緒だったんですよ。今何が欲しいの素材がいつも一緒で、同じぐらいやり込まれてるのかなと思ってたけど、やっぱゲームはめっちゃやる。ゲームは好きでここにいるって感じですもんね。なるほど、そもそもがもうゲームが好きでっていう。ちなみにサガフロ2の中でお好きなエピソードとかはありますか？あれです。ウィル対エッグのシナリオ、これがですねすごくいいですね。
それまでウィルは、はいはい、貧困法制で、素直で、もう目上の人には、もうすごいこう、敬意を持って接するキャラクターだったのに、あそこで突然こうナルセスさんにこうガッとね、一歩ねグッてなりますよね。いつものすかした態度はどうしたんですかって、もうすごいなここのウィルは。そう本当に表出ようとする時ですよね、あれね。お前をちょっと少年叩き直してやるって言われて、ああいいですよって出て行こうとする。そうでもあそこが険悪に見えて、そこまでのウィルとナルセスがぐっと近くに感じるんですよね。あそこはすごい巧みな。一歩ですよね。そうです。川さん的にあのシーンっていうのはやっぱこのなんだろう、やっぱウィルのなんかその復讐心というか、なんかその何人を表現してやっぱ一歩は。そうですね、やっぱりこうそのエッグのことになるとちょっと普通じゃなくなるっていう、そのくらいそのエッグとの関係性っていうのは、いわばこう普通の人間関係が壊れちゃっててもう何とかしなきゃいけないところっていうのを、彼自身がすごく背負ってるっていうんですかね、ところだし、あとはあそこはタイラーがいるからあれがやれるっていう。なるほどなるほど。もうなんかタイラーに頼ってますね。タイラーが何とかしてくれるっていうのがあって、自分としてはそのウィルに好き放題言わせてもで売られたら当然ナルセも買って構わない。だってそこはだってタイラーが何とかしてくれるんでまあっていう、しかもまあじゃない形でうまくこう。でもちゃんとウィルも手は打ってるんですよね、ギュスターブにその依頼しに行ってて。でもそれを言わない素直じゃないところがこうナルセスに出てるところがすごくよくて、でさらにそれをタイラーが収めて、お前は本物の男だなというセリフも出てくる。でさらにその後、まだわからんのかギュスターブだっていうタイラーとギュスターブのやり取りもあって、でこの人も随分退屈してんだなっていうタイラーのセリフもあるって、もう全部詰まってる話なんですよね、あれ。確かそうですね、シナリオ、関係性とかも確かに全部出てるんだ。あそこが多分初めてウィルとそのギュッスが重なるところであるはずなのに、会ったところをカズさんは書かない。そう依頼しに来たんだよっていうことしか言わない。あそこを描かなかったっていうのは何かもちろん伏線ですから描くわけにいかないんですけど、あとはそのなんていうの、そのウィルとギュスの関係みたいなの書きたくない、見せときたくないとこですよね。なんかいいのか悪いのか、よそよそしいのか、その上とか下の関係なのかとかはちょっとあんまり見せたくないところじゃないですか。そういう部分ってそれは隠しときたいところなんで、もうあえて言わずに、割とこうしかもギュスターも出てきてもつっけんのんだし、そこは匂わせない、割とこうなんか仲良い実はつながりがあるのかとかいうところは一切出さない方がいいだろうっていうのもあって出してない。そこはもうどういうやり取りがあったとかはもうプレイヤーの想像で作っていいよっていうところなんですかね。ちなみにどういうやり取りがあったと思いますか、ベリーさん。ベリーさんの聞きたいな。やっぱりこうウィルはすごいこうね貧困法制な雰囲気で語りかけてるんだろうし、あんまり心を開いてないんじゃないですかね、あの時ギュスターブにはね、あったとしても。なるほど、警戒じゃないけど気遣いながら接してっていう、多分こう側近とか対空になるものが会いに来ましたけどどうしますとか言われて、ギュスターブ会うとか言うんだけど、側近いいですね。なるほど。多分ギュスターもぐらい聞いといて、でもいなくなったと面白そうじゃないか。なるほど。多分なってますよね。ワクワクしてなんか面白そうだとなんだそれって話で、よし行こうって話になってるんだっていうところを本当なら描写したいのにしない、書かない美学っていうのをね感じるところです。このシナリオの最後はその海に僕も沈むのかなっていうウィルで終わるじゃないですか。あそこもねここでもうウィルいなくなっちゃうのかなと思ってリッチにつながったと思ったら、これリッチ息子なんだっていうところまでも美しい流れができるという点でやっぱりもうウィル対エッグは僕の中では一番好きなシナリオです。確かにそこはしっかり噛み締めておいた方がサガフロツ全体を楽しめるっていう感じになりますね。ちなみにベニーさんは個人的に好きなキャラクターとかはいますか？
まあ好きといえばそのウィルがそのずっと成長を見守ってきて、おじいちゃんになるところまでこう見ていくっていうのは、まあ前回その川さんがおっしゃってましたけど、コストがかかる。もうそのコスト度外視で見せてくれた、ああいうふうに描かれたそのキャラクターっていなかったんじゃないですかね。確かに若いとこから、そうそうね、おじいちゃんっていうね、その世代かっこいいし、確かに、いいですよね。あとなんか僕のまあ個人的なねあれで申し訳ないですけど、なんかパトリックめっちゃ好きじゃないですか。なんかね、インスタのストーリーとかでもすごいいいとこでパトリックが出てきて、ちょっと佐賀県のコラボのね、ストーリーとかでもめちゃくちゃいい役割なんですよ、パトリックが。食いしん坊キャラが膨らませやすいっていうのもあったんですけど、あと見た目が鎧ガッと着てるそののがちょっと珍しいですよね、グラフィック的にも。あとその出会った時のウィルと仲間になるそのなんか相席を断られてここでご飯食べられなかったっていうそうですね、短いやり取りで普通のやり取りなんだけども、あそこで仲間になった感じが、この人って信用していいキャラクターなんだなっていうふうに刷り込まれるんですよね。まあいい人ですよね、きっとね。その感じ、なんか川村さん的にパトリックってどういう？全然印象に残ってなかったそうなんだ。でまさかので食通キャラとして食通だったっけこいつとかいろいろ謎がいろいろ疑問が湧き起こっちゃって、なんでこんなにフィーチャーされてんだこいつって。そう確かにそう並んでね食べれないんですよね、パトリックは。はあ、そっか、イメージとしてはそんな感じだったんですね、川田さん。さあ、そして冒頭でも触れましたけども、当時サガフロ2のアルティマニアに掲載された小説「ベエンダー週末をもたらすもの」について、この機会に振り返りたいと思います。まずはそのどのような経緯でサガフロ2の小説を執筆されたんでしょうか。そうですね、これやっぱりサガフロ2が歴史のそのターニングポイントをこうジャンプしながら見せていくっていうスタイルだったじゃないですか。でこれがですね、すごくその挑戦的だった、面白かった、だけれどもやっぱりうちのそのベントスタッフのスタッフがプレイしていて、みんなでこれはこういうことだって集合値で理解はできるんですけど、一人一人のプレイヤーはもう一つ話を理解していなかった空気があったんです。それをこの小説という形でまとめるとよりこのお話は楽しめるんじゃないかというのがこれをやってみようという動機の一つでした。あとその小説の形にすると絶対面白くできるポイントがあるっていうのもあったんですよね。もうお話自体がだってまずもうね、世界観とかも面白いですもんね。その小説が出るっていうのはその川田さんに一旦こう相談みたいなのが来るってこと？サガフロのヒューズクレイジーヒューズの捜査日記もそうですけど、あれがすごい好評だったっていうのがすごくあって、もうぜひ今回もベニーさんに小説を書いてもらいたいって話があったんで、もう全然2つ演じて OK ですよ。もう好きなもの好きに書いてください。一応プロットはお出しするんですよ。こういうのです。でももうそれにここはダメだとかいうの一切今までないんですか？川津さんからはないです。へえ、なるほど。それだけこのお二人の信頼関係というか、本当に自由にやらせていただいて、もうそれでやると本当に楽しい仕事なんですよね、これ。ちなみにそのタイトル「ベエンダー週末をもたらすもの」ですけど、この由来とかってあるんですか？もうなんでしょうね、このベエンダーをまずなぜ出したのかっていうところなんですけれども、この100年にわたる歴史をその観測するものが必要だったんですよ。それってやっぱり不死の存在じゃないとそれを観察し続けることができない。というところでちょっと設定の隙間を探してですね、ラウプホルツのグールの塔、これはあれなんだかわからないじゃないですか。確かにそうですね。でそこ
と、あとそこで出てくる兵士昇臨剣、はい、なんでこれここで出てくるんだっていう最強の鋼剣と、あとはこれはそういう意図じゃ川津さんはなかったんだろうとは思うんですけど、ギュスターブがその剣は確かにあるんだって鍛冶屋の親父に言うところ、あれは自分の心の中にある剣のことを言ってるんだろうなと思いつつ、でもモデルになるものを見ていたかもしれないっていう発想からベーンダーというキャラクターをこしらえて、でもあくまでなんでしょう、世界を壊す最強キャラクターを出したいんじゃなくて、そのシステムとしてこの顛末を見届けるシステムとしてベーンダーというキャラクターを設定したんです。確かに全てを知ってないといけないから、確かに難しいですよね。そのキャラクターとしてはどういう目線でっていうのはね。でもなんだろうな、ベーンダーはベーンダー言ったら一プレイヤーの目線にも近いというか、全てを見てるから、だからベーンダーがすることなすことがちょっと共感であったりとか、だからすごい小説も入り込みやすかったんですよね。そう言っていただけると嬉しいですね。読んでてずっとワクワクできたというか、そうここでそうかそういうことかみたいなのがめっちゃ面白かったんですよね。ちなみに川端さん的にそのベーンダーの存在って最初聞いた時ちょっとかなり尖った設定というか。そうですね、キャラクター性っていうか、キャラクターどっちかというとなんていうんですかね、これやっぱりゲームをやってる人に読ませるっていうところで、ベーンダー自体が成長していくじゃないですか、お話の中で、成長的変化っていうかしていくっていうところがすごい面白いっていうか、そういう一種の超越者として描かれ、単純に超越者として描かれてるわけじゃなくて、だんだん一緒にある存在とともに成長していく、変化していくっていうところがすごい面白くて、すごいテーマ的には難しい、それこそナルセス的な透かしたやつにしか見えなくなったりするしがちだと思うんですけど、そうではなくて、特にだんだんこっち側に寄り添ってくるっていうか、一番最後なんか特にそうですけど、そうなるのがすごい感動的ですよね。文章で見る関係性のセリフのやり取りとかがちょっとベニーさん節というかちょっとクスって笑える感じだったり、この子ってこういう口調で喋るんだみたいなのが結構僕読んでて思ったんですけど、あれってイメージ的には川津さんのイメージ範囲内ではあるんですか？自分のイメージ範囲内外はあんまり気にせずに、どれかベニーさんに書いていただくときはそこは気にしてないので、どっちかというとベニー松山節を思いっきり書いてもらってそれを楽しんでいくっていうか、ベニーさんのキャラ解釈とか世界の理解をこっちもなるほどね、そう取ったんだベニーさんはみたいな形で、そこはそこで楽しませてもらって、ありがとうございます。ジニーってこんな感じなんだというかこんな可愛らしい一面あるんだみたいのもね、小説で結構知ったところもありましたけども。なぜベーンダー出したのかっていうのは、これ追加シナリオにもちょっと抵触する話ではあるんですけど、ギュスターブとフリンは南の砦でどうなったのか、でその2人が遺体は見つかってない、でしかも剣があそこに立っているっていうところを、あの時提示されたその情報で解釈しようとすると、何かが連れ去っちゃってもうそこにはないんだってするしかないかなと思ったんですよね。でも今回はそれとは違う世界線で、ね、そうなんですよそうなんですよそれがそうなんですよ、ね、ベンダーのストーリーで何か追加とかがあるのかなと思ったら、また違う感動のね追加シナリオがあるんですよね。いや確かにあれはそうだな。そういう案もあったんですか？ベンダーのシナリオを追加してみようみたいな。いやもうそれはまた別やらないですよ。へこれは小説における、分岐した可能性世界だと思っていて。
今回はだからそのサガフロ2のそうです世界でのどうなったかですもんね。そこはその自分もそのまあリマスターするにあたってもう一回読み直して、ベンダー読み直して、で上野さんからはこれに沿った形でっていう話も出たんです。あったんだ、一案として。それは危ないですね。危ない。まあこれはこれでこの中の話だから、あの時点での話だから、まあこれはこれで置いといて、まあちょっと別に考えたってやろうって話はして。ほー。ちなみにその今ベニーさんがおっしゃった危ないというのは。やっぱちょっと公式にこういう超越者がその観察者としてだけではなく出てしまうと僕的には良くないなと思うんです。はい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 。めっちゃゲーム好きな人だ。そうですよね。ゲーム本体のを崩さないようにどうかっていうところですよね。はあ、なるほど。ちゃんとだから今回はね追加シナリオでギュスターブの剣があそこにある理由っていうのが納得できる形になっていて、あ、この手があったかって思うんですよ。そこやっぱもうちょっと川津さん素晴らしいなと思ってますね。そっか。そこのシナリオ会社じゃあお二人でこう作り上げてったみたいな。もうでも原案はもう川津さんからこう。はあ。その原案自体は川津さんはもともと持ってたもの。そうですね。あれはもうオリジナル作った時にああなるって決めてあったんで。はあ。そっか、じゃあ全部書いてなかったんですけど。そうなんですね。じゃあもう本当リマスターで完成したんですね。そこに関してはそうですね。まあもともとあれをそのオリジナルに実装する気はなかったんで、でもまあお話的にはこうっていう。それがあって全部その後の、ケルビンの話とかも全部あれがあっての話っていうのが自分の中ではあった。なるほど。あとちょっとコーデリアの話していいですか。はい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 。コーデリアがね、この分岐点になるところがありましたけども、その前回川さんはコーデリアが亡くなった方がそのドラマチックで。そのよりそのアレクセイの悪辣さもこう浮き彫りになるし、物語としての強度が上がる、だからこっちのつもりでっていうんですけど、まあゲーマーとしては分岐するものは全てあり得る可能性世界、何が正しいも正しくないもないと思ってるんですよ。なのでそうなった時にコーデリアが死んだルートってちょっと悲しすぎるじゃないですか。でその死んだことに意味を持たせたいっていうのも、このベーンダーを出した理由ではあったんですね。そうなんですよね。このベーンダーのあの小説はコーデリアなしでは完成しないですもんね。コーデリアが亡くなった悲しみの力で書いたところもあったんですか。まあそうです。それをもう意味のあるものにしたかった。なるほど。救いを作りたかった。これ皆さん読んでください。本当そうだから。そうなんだよな。最後もそうですもんね。コーデリアあってこそというか、そうなんだよな。なんとですね、4月7日にアルティマニアの電子版が配信されて、現在配信中ということで、小説読めるようになってますので、ちょっとまだご覧になってない方はね、ぜひとも一読していただければと思います。文字ちっちゃいですけど電子なら拡大もできますからね。なるほど。目にも優しい。はい、はい。ぜひ皆さん読んでみてください。さあ、そして、サガフロ2リマスター版に収録されている追加シナリオについては、ベニー松山さんが書き下ろし、そして川津さんが監修されたとお聞きしました。はい。どのような経緯で、シナリオが追加されることになったのでしょうか。そうですね。そのシナリオイベントを追加しようっていうのは最初からディレクターの皆さんと話をしていて、でとりあえずそのどこら辺にどういうのを追加したらいいか上野さん出してよって形でまず出してもらったんですよね。まず最初は出発点はそこです。でじゃあバーッとここ足してみたいですが上がってきた。そうですね。であとはその自分がそもそも足したいものもいくつかあったし、もともとそのデータ的には、
テキストまでは作ってあったけど実装されてないものとかもあったので、そういうの含めて、ここはもう、ほぼほぼ作ってあるからじゃあこれは実装しましょうみたいなところも含めて、追加していった形ですね。で、最初はその上野さんには出してっていう時は上野さん視点で、完全にファン視点で、このキャラのこういうところのフォローアップ的なとか、前のストーリーとかが読みたいみたいな感じのがバーッと入ってたんですけど、これとはちょっとバランス良くないから、歴史全体の中で年表でこういろんなイベントがあって意外とこうすげえ時間が飛んでて間何もないような時代があったりするんで、こういうところになんか入れられるものとかもちょっと選んでみてよっていうところとかも出してもらって、でここだったら、このキャラの例えばウィル編の、こういうキャラクターたちのイベントだったら入るんじゃないですかねとかいうのもこうピックアップをしてもらって、でこんな感じなんですけどどうでしょうって感じでベニーさんにわーっとそっから、思いっきり投げて、でとりあえず書きたいところ書いてくださいみたいな感じの。もちろんエデルリッターの話は入れようってことになってましたので、エデルリッターに関してはぜひよろしくお願いしますみたいな感じで。そっか、だからゲーム全体のバランスも考えて追加シナリオを入れてった感じなんですよね。それとその、ユーザー的にここは見たいんじゃないか、その2本立てで、選んで。なるほど。ギュスターブ編に関してはもうカズさんの方でもう大きな構想があって、もうこうだよっていうあらすじがいただいてたので、それを落とし込むという感じでした。なるほど。エーデルリッターのところは白紙でした。全くちなみにその追加シナリオお願いしますって最初来た時はどんな気持ちですか？いや嬉しいですよ。サガフロ2がまずリマスターになること自体が嬉しい。でそれを書いていいんですねっていうのは嬉しいんですけど、やっぱりその印象的なセリフがたくさんあるのってやはりその引き算、書かない美学っていうのがすごくある作品だと思って、僕はやっぱこの小説を書くと饒舌になってしまうんですね。たくさん書いてしまう。だからちょっとその本当胡椒を振りすぎるみたいになっちゃいけないなっていうその緊張感っていうのが常にありました。ここのセンテンス書くときはもう息詰めて書こうみたいな。なるほど。それでも書きすぎだよって言われるところがカズさんがそれありました。そのちょっとそうですね。ここはこんなにいらないです。それやっぱそのゲームをしてる上でちょっと長くなるかなとかなんですか？それともそのストーリーを膨らませるところ？サガフロ2ぐらいのはそのやっぱりこう一セリフ1ページっていうか、吹き出しポイント出る範囲の中で書くみたいな意識がすごい強かったので、こうセリフとして長くなりたくないっていうのはやっぱり中のバランスとしてあります。そうですよね。だからなんかどっかでこう膨らませることの楽しさみたいのってやっぱサガシリーズで教えてもらったみたいなところもあるから、なんかそうですよね。バランスめちゃくちゃ大変だった。膨らます楽しみに僕が飛びついてはいけないみたいなところがあって。こうなんかファンだからこその葛藤というかがあったわけ。どうしても言わせたいんだけどなとか思いながらもぐっとこらえなきゃいけないっていうところが。でもかなりの数の追加シナリオがありましたよね。結構長いことあれですか、制作期間ってかかった？その準備期間はあれですけど、執筆期間としては本当に集中した感じだったと思います。やっぱ湧き出るものもあるしというか。すごいな。ちょっと話がずれるかもしれないですけど、インペリアルサガが割と準備期間だったような風になりましたね。あそこでこう膨らませていたそのこのキャラとこのキャラクターがこういう時にこういうことがあってもいいんじゃないかというような。なるほど。肩温まってたわけですね。そうですね。すごい。でも登板する機会あるのかなぐらいの肩は温まってるけどブルペンで1試合投げちゃったなぐらいのいや普通に考えたらちょっとありえないぐらいの期間で書いていただいたんで、ちょっと無茶なんじゃないって感じはしてたんですけど、
るほどな。いや、インサガがじゃあちょっといい。そうですね。ここ注目してほしいなとかっていうポイントとかってあります？やっぱロベルトとかね、あの辺の追加シナリオのこの塩梅というのをまあよく見ていただくといいかなと思うんです。彼は特別な人じゃないんですよ。でもひょっとしたらスカウトされちゃってたかもしれない。ああ、なるほど。そういうこうプレイヤーがちょっと気になってたところとかを、そうですね。はい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 。なるほどな。ベニーさんってここはそう気になってたんだよなみたいなところをいつもこのイベントシナリオとかで膨らませてくれてたイメージがすごいあって、それってやっぱこのめちゃくちゃプレイしてたから本当一ユーザーとしての愛がこう救ってこのなんだろうな抽出してくるところなのか、それともなんか一個ゲームやったらそういうのが分かる人なのか、なんかこのどっちなんだろうって思ったことがあるんです。やっぱりこのキャラクターとキャラクターを勝手に解像度を上げていこうとする習性があると思うんですよ。はあ、このキャラクターってこんな感じなのかなっていうのを想像するのが好きなんですね。はあはあはあ。例えばプルミエールがどこかでお会いしたかしらっていうグスタフに言うところ、そこからじゃあ過去に合ってるんじゃないのっていうようなところを膨らませようとして、その話って一回インサガの方でも膨らませてるんですよね。それを今回こっち向けに整理して追加シナリオにしたっていうような経緯もあります。はあ、その塩梅って確かに川津さん側からしても判断って難しかったりしますか？ここって足していいものかどうかとか。まあそこはベニーさんにお任せしている段階で、どのくらい足されてもいいっていうところ、まあ書きすぎだと思ったらもちろんここは削ってくださいって言えばゲーム的にここまで言われちゃうと困るみたいなところは削ってもらえばいいだけなので、どうかともその段階では特に気にはしてなくて、でまあこっちが想定してなかったところの解像度が上がってたりはするんで、それはそれで面白いっちゃ面白いなと思ってます。はあ、いやでもなんか2人のこの関係性とか信頼があってのこの完成というか、サガフロ2の完成があったのかなってちょっとね今のお話聞いてるとすごい思いますね。まあ先ほど言いましたけど自分より詳しいですからここは安心してそれでスッと入ってこいんだよな菅さんより詳しい人が詳しいから間違ってもう間違いない。勝手に詳しくしてるんじゃないかっていう疑いもあるんですけど、やっぱプレイしてる時間、ゲームとしてプレイしてる時間って考えたら絶対自分より多いんで、なるほど。そこがやっぱりプレイヤー側としての視点の精度っていう意味で見たら圧倒的に自分より高いんですよね。自分はもちろん別視点で見てて、別視点での解像度でしかないんで、そこはそういう意味で言うとユーザー側からの視点で、そこで足すべきものっていう意味の目利きって意味では圧倒的にベニーさんの方がいい位置にいるんで、自分よりは自分はそっち側じゃないとか見えちゃうんで、これは書いちゃダメだよなとか言っちゃダメだよなとかいう方がどうしても先に立っちゃうんですね。まあ神の視点ですよそちらは。なるほど。知りたいのを素直に知りたいで書くっていう、そこまでだったら問題ないよねっていうところっていうのは、自分だとここ言われたらそんなことを言ってほしくなかったみたいなユーザー、自分がユーザーだったらそう思っちゃうかもなっていうふうに思うと、やっぱりできるだけ書きすぎよりは書かなすぎの方がいいんで、奪うことになっちゃうんで、自分の立ち位置はどうなんですけど、ベニーさんやっぱりそうじゃない位置から書けるからギリギリまで攻め込むやし、もう思いっきり足先入れちゃったりとかできるじゃないですか。ここまではいややってるのはここまで知りたいんだよみたいな。そうなんですよね。もう一歩踏み込むとつま先切られちゃうぐらいのギリギリを。ベニーさんはやっぱそこギリギリを攻めてるってあれはあるんですか、ご自身の。だいたいつま先切られてるんじゃないかな。出ちゃってるんだ。出ちゃってることがあるんじゃないかなと思って、そこはもう川さんに切っていただくから、なるほど。い
いやーでもそうなんですよ。そこの多分バランスの取り方が一ユーザーとしてなんかいつも頼もしいというか、そこ行ってくれるんだっていうね喜びはなんかいつもありますね、ベンニーさん。先ほどエーデル・リッター、白紙から書いたっていうことをお聞きしたんですけど、何かその中でも思い入れのある章馬だったりとかってありますか？ボルスのことはずっと考えてたんですよね。命令違反をして追っかけてった結果、偽ギュスターブ軍は負けましたっていう、なんで君はそんなことしたんだっていうところから逆算して才能はあるけど人の言うことを聞かない少年がいたっていうところを見せて、それが後に年だけ重ねて顔面なままに後悔にまみれて生きている。それがまんまと取り込まれた。確かにそこ一人一人そうですもんね。そのあたりの設定は川さん的にはいかがでした？その翔馬の設定が上がってくるのは。そうですね。ボルスね、こんなに使えるキャラになんだみたいなところがね、能力高っていう感じがあの辺とかはね面白かったですよね。いい人と巡り合って支えられていたら、もしかしたらギュスターブみたいになれたのかもしれない。なるほど。その深みが増しますね、やっぱね、エーデル・リッターのお話は。あとやっぱそれぞれのアニマをから逆算してキャラクターを作っていったっていうんですね。そっか、全部そうか。なるほど。でそのサルゴン以外に唯一ミカがキャラクターがあったじゃないですか、ちょっとだけ。そこをじゃあその最後のシルマール先生の最後と絡めてみようか。そうなんだよな、絡むんだよなもうちょっとシルマール先生が若い時に会っていたら。ちょっとそこがだから膨らませるところを残してくれてるんですね。絶妙っすね。シルマール先生が追加シナリオでもいろんなところで登場すると思うんですけど、そこはもうどう作られていったんですか？もともとあったのか、それとももうここは絡ました方がいいなってなったのか。ギュス編の方でちょっと割と重要な役で出てくるじゃないですか。でそっからはもう歯止めが効かなくなっていたのかもしれないですね。ミーティアをそのバンアーブルが育てるところでもやっぱりシルマールを入れたいっていうその構想があってですね。で当初はあそこはその川さんからでしたか？そうですね。そうなんですね。でも当初のイメージでもうちょっと若いシルマール先生がその関わるっていうことにすると、ミーティアが5歳で斧を振り回してる設定になっちゃったんですよ。でこのでっかい斧を5歳児が振り回すのはいくら術がある世界でも難しいかなっていうことであの世代にしたので、シルマール先生結構な年になっちゃったんですよね。なるほど。川さん的にはやっぱシルマールっていうのはサガフロ2内でもう大事なというか重要な役割の人物です。そうですね。もともとそういう役割としてそのアニマをよく知っているっていう形で設定して、もともとのネーミングの由来が空海ですから、何ができちゃってもいいんですよ、あの人ね。超人ですよ、超人。あの世界でも超人扱い。なので別に水の上歩いてもいいですし、何してもいいみたいな、もうそういう扱いでいるので、本当にいくら年を取っても、下手すりゃもう無限に生きられるんじゃないかぐらいの、そんなキャラとして、自分としては設定している。都合よく使っていいっていうキャラではあるんですね。そうっすよね。ここぞのいいとこでやっぱシルマール先生出てきますもんね。で追加シナリオでもそうだったんだよな。困ったらやつに解決させてくれみたいなところがちょっとある。そんな感じだったんですね、シルマール先生。なるほど。ちなみにシルマール先生はってことは何歳まで戦えるぐらいの
いやキャラクターなんですだってね、ミカに見取られて死ぬまでは戦ってたんじゃないですか。いや自分もだから中でベニーさんが入滅させちゃうとは思わなかったんでそういうシーンが出てくると思ってなかったんでこういう最後かおおとか思いながら読んでましたからね。ギリウィルより早く、ちょっとだけ若く亡くなるのがいいかな。80。いやあれは100歳ぐらい100歳超えてます。あ、そうかそうか。でウィルは101歳まで生きてたんですよ。はあ、すげえ。年齢不詳ですよね、あの人ね。本当にあれも死んでるのかどうかよくわかんないです。あ、そっか。あのまま生き続けてるかもしれない。いいな。でもそこもやっぱでも膨らませられるのいいですね。こうかなっていう。ありがとうございます。貴重なお話をありがとうございました。残念ですがエンディングのお時間となりました。最後に一言ずつ、ユーザーさんへのメッセージをお願いします。まずベニーさんお願いします。はい、この追加シナリオも含めて皆さんに楽しんでいただければと思ってます。初めてプレイする方もぜひ遊んでみてください。それから電子書籍版のアルティマにもよろしくお願いします。ありがとうございます。川田さんお願いします。はい、サガフロンティア2、追加シナリオたくさん入ってるんですけれども、初めて遊ばれる方にはね、追加とか関係なく、全トータルのストーリーとして楽しんでいただけますので、安心してプレイしていただければと思います。ありがとうございます。今回の動画良かったと思った方はグッドボタン、ご感想はコメント欄や SNS へ、ハッシュタグはハッシュタグインサイドスクエアエニックスでお願いします。川さん、ベニー、松山さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。